はい、どうも、ジャルです。ちょっと遅くなりましたが、今週もエボニープレイ配信始めていきます。ということで、ザ・スピードスラックさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。今日は数値が遅かったので、インフルエンザにでもやられてしまったのかと思いました。お体を大事にということで、ありがとうございます。はい、いや、元気、いや、めちゃくちゃ寝不足な気がするんですけれども、元気は元気なんですけれども、ちょっとね、今日はね、仕事で帰るのが遅くなりましたね。はい。遅くなってしまいました。和樹さんこんばんは。かみさんこんじゃるは。もっこさんこんじゃるは。ニコさんこんじゃるは。ということで、はい。皆さんコメントありがとうございます。すいません。遅くなってしまいまして。ということで、はい。体に気をつけつつやっていきましょう。ということで、今日はね、タイトルもお品書きも一致してるのですが、軍隊の招集の話をしていこうかなということで、まあもうね、イベントのバナーなくなっちゃってるんですけれども、このね、実績、実績の反映のところですね。初めてこの軍隊の招集、位置つきましたね。これ、軍隊を招集イベントのすべてのクエストを10回クリアするっていうね、実績がもう全くクリアできる気がしなくて。はい、これね、計算上、各リソース 10B、13B ずつかな必要っていうぶっ壊れたクエストだったんですけど、もうなんか死ぬほど楽になりましてこれもうめっちゃ楽でしたよね。多分一番大変なのが100メガ増やす。あとはね、協力ができない場合には、その、兵をね、倒すっていうクエストは多分厳しかったかもしれないんですけれども、結構ね、同盟同士で協力し合うことをしているところって多いと思うんですよ。ということで、軍隊の招集をね、初めてクリアすることができましたということで、このままね、難易度が続いてほしいですよね。はい。そしたらね、この実績10分の10にするのも全然見えてきて、ここのね、アイテムはめちゃくちゃしょぼいんですけれども、はい、2400にね、ちょっと近づくので、頑張っていきたいなと思っています。2400までまだまだ遠いですけど、文明のね、私分の行軍エフェクトみたいなのがもらえるみたいなので、これ楽しみにね、今頑張ってるんですよね、ということで。はい。なかなか、そろそろね、実績、クリアするの難しかったんですけども、軍隊の招集が、だいぶね、希望が持てる感じになって嬉しいなと思っている今日この頃でございます。ということで。亀井さん、こちらも初クリアしました。あ、おめでとうございます。ね、いけましたよね、今回はね。いや、素晴らしい。もう本当に、本当、良いことだ。そう、もうこういうね、緩和がね、続いてほしいですよね。あとはね、この、賢者を生産クエス、賢者を生産の、このね、闇市15個もまあ大変なんですけど、このドラゴン30回強化、これもやめてほしいですね。これもなくしてほしいです。はい。ドラゴン、強化しないでしょ。1日30回も強化しないでしょ、これ。はい。もう、私もドラゴンなんかほぼほぼ終わってるから、いや、もちろんね、こだわれば、ドラゴンの強化もこのね、射撃兵の12.9%とか、別、こだわろうと思えばこだわれるかもしれないけど、これこだわるためにね、このジェムとか強化石使ってる場合じゃないでしょっていう感じで、そんな暇じゃないですということで、いや、絶対やらないんですよ。もうドラゴンの強化30回がもう本当にね、いつも、何なんだこの胸クエストはっていつもね、思ってますね。はい。これ、よほど暇じゃないとクリアしないんだけど、ちょっと、運営さん、これもね、考え直してほしいなと思います。あ、島永さん、こんじゃるはコメントありがとうございます。はい。ということで、軍隊のね、招集、皆さんね、クリア
できた人も多いのかなと思います。ということで、軍隊の招集ね、クリアして、初めてですね、この、ラグジュアリー宝箱5を、ゲットすることができましたということで、こっちはね、はい、機能書のかけら20、まあ、この辺とか、まあまあ、あれだけど、エピック歴史の名称の機械書がね、入ってます。はい、ということで、まあ素晴らしいですね。まあでもね、エピック歴史の名称の機械の書ってさ、プレミアムついてないんで、この辺のね、もう、型落ち将軍がめちゃくちゃ含まれていて、はい。もうね、ピックアップが 7.81%。で、その他0.52%。このね、低い確率の 0.52% で、どれだろうな。いらないの。はい、バルバロッサとか当たった日にはね、ちょっと悲しい気持ちになるので、はい、これ、エピック歴史の名称の機械書のね、ラインナップ、中身もちょっと変えてほしいですよね。酒場で出るのを増やして、ちょっと入れ替えてほしいなって思ってます。どんどんね、いいのが当たりづらくなってるので。はい、ということで、ラグジュアリー宝箱をね、交換していきましょう。開く。朝田もんさん、コンジャルは、ヒカさん、コンジャルは、100M 戦力アップきつかったです。1B 満足たくさん特攻してないとか、わかります。そうなんですよ。そう、100M アップがね、ちょっと大変で、私はね、もとも、あの、この、もともとこれ貯めてたので、グレードアップ。はい、グレードアップを貯めてたので、グレードアップの戦力増と、あとは、ヒカさんと同じように回復ですね。蛮族で、わざとね、レベル5のちょっと強いやつを戦って、少し負傷するけれども、回復させて、それで戦力アップみたいなのとかね、やったり。はい。軍隊の招集、簡単になったからこそ、レベル13の兵2万とかでね、OK になっちゃって、それまではね、50万、レベル13以上50万作れみたいなアホみたいなクリスタなんだけど、急に2万とかになって、でも2万とかクリアしても100メガ戦力アップってなかなかなんないんですよね。で、かといって、100メガをボン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 増やし続けると、それはそれで、ネガティブになりやすくなっちゃうから、ね、これ、なかなかバランス難しいかなと思っていたのですが、はい、私はね、兵のグレードアップ、兵のグレードアップはね、別にそんなにしたいわけではないんですけども、あのー食料をね、無駄遣いしたいんですよ。無駄遣いしたいんですよっていうなんか言い方も変なんですけど、はい、食料がね、どうしても、建築をしていると、食料だけ全然使えなくて、資源消費還元がね、困っちゃうんですね、食料。で、私はもうよくこのグレードアップをよく対応してます。そう、なので、兵も、ね、T13 とか T12 とかをわざと作って、それをガンって、グレードアップしてっていう、ひたすら無駄遣いをしていて、はい、兵をね、作りすぎないようにしたいなと思って、いつもやってるので、はい、このグレードアップでね、なんとかちょっと乗り切ったかな、みたいなところがありますかね。あ、コウサクさん、こんじゃるわ。長谷川さん、こんばんは。もっかさん、私はバルバソ、うほー、バルバ、やべえ、さっき例に出しちゃった、申し訳ない。ちょっとね、バルバラストの話もあるんだ、そうだ。和樹さん、今回僕は T1 で100円を増やしました。T1 もいいですよね。私も多分、ちょっと T1 でも増やしましたね。T1 がやっと2億5000万台に、伸ばしましたね。食料を消費するという名目と合わせて、そう。歩兵の、歩兵を作ると、その食料がね、いっぱい使えるのはいいんですけど、そうすると今度、鉄と石を使いすぎて、木がね、消費ができなくてっていうのをバランス考えて、歩兵を作るのと、このね、T1 騎兵を作りまくるっていうのを、そう、並行してやっていて、なので、そう、この T1 騎兵でもね、私ちょっと、はい、100メガ達成に近づきましたね。はい、ということで、単純な 100M 増にはなってないんですけれども、はい、T1 をね、増やしたり、歩兵をね、質を上げたりということで、なんとかね、乗り切りましたね。
はい、ババルバロッサか。バルバロッサのね、話もちょっとあるので、先週ね、し忘れたことがあって、はい、その話しようかなと思ってたんですけれども、続いてのお話が王の花道ですね、ということで、はい、王の花道もね、さっきもう見えていたんですけれども、よいしょ。はい、王の花道のクエスト99個あるんですけれども、99個ね、無事クリアすることができましたということで、王の宝箱、はい、99個ゲットしましたし、はい、これね、スタミナがもらえるの嬉しいですよね。はい、で、あとはもう一個、なんか、兜みたいな、これ。王の花道将軍宝箱。使用して宝箱内に含まれる歴史の名称引換書一つを選択して入手できますということで、エピック歴史の名称の引換書か、歴史の名称の引換書メフメト2世、このどっちか選びますよっていうね。これまではメフメトだけだったんですけれども、エピック歴史名称の引換書をもらえるようになりましたと。はい。まあ、これはね、はい、もうさっきと同じです。外れ将軍もだいぶ含まれているので、はい、これもね、そろそろ変えてほしいですね。一応ね、当たり、下の方は、まあ当たりの将軍もね、いるんですけど、も、まあ、半分以上が外れっていうね、はい。もうどんどん、型落ちしていくので、はい、ソシャゲの常ですね。はい。もうさすがにね、酒場で出すようにして通常は出さないようにしてほしい。っていうか、酒場で出る将軍いるからね。ね、新徳さんとかも酒場で出るし。はい。ちょっとね、バランスをね、見直してほしいですよね。はい。が、まあ、いつかね、見直されるかもしれないかなって一応取ったりしてるんですけど、で、はい、ここでね、私の大好きなメフメトがね、手に入ったのが嬉しくてですね。はい、ということで、これね、メフメトのいいところはメフメト別に強くもなんともないんですけど、メフメトって、無課金でも集めやすい、はい、エピック将軍を、コンスタントに集めるのってなかなか難しくて、通常はね、遺跡なんですよ。はい。遺跡最近開けれてなくてね、すげえ溜まってきちゃったんですけども、遺跡のこのかけら。はい。遺跡のかけらで集める。もしくは、マヤでね、カエサルを集める。で、もう一つが、王の花道をクリアしてメフメトを集めることだったんですよ。ということで、一つのね、将軍を赤い星5、スター10にするためには、16体必要なんですよ。はい。赤い星1個つけるのに、将軍追加で1個必要。2個使う、赤い星2つにするには、将軍2個必要。3個必要、4個必要、5個必要ってなってきて、合計ね、15個を食わせなきゃいけないんですよ、将軍に。で、ベースの将軍に15体将軍を食わせるんで、16体必要ですということで、16体分のね、結集されたメフメト2世、私、元老院に置いてるんですけど、だからこそ、このバフをね、ゲットしてますと。射撃兵の攻力が合計14%もここだけで上がってますと。はい、それ以外にもね、防衛にも効く、攻撃にも効くバフがついていますという感じで、はい、メフメト2号機がいるんですね、私ね。メフメト2号機は、スター9になっている。赤星4までなっていて、射撃兵の攻撃10%が欲しいんだ、これ。はい。で、はい、メフメトね、しばらく上げることができてなかったんですけれども、はい、今ね、60かけらがあって、あと3体分、60って1個のかけらね、1体の1体の、将軍で30個のかけらになるので、今60あるので、はい、2体分ですと。残りね、3体分。で、そのうちさっきの、宝箱から1体出てくるので、あと2回王の花道をクリアしたら、メフメト2世2号機がスター10になるんですよ。はい。スター10になったらね、もう、元老院で攻力がね、10%つくので、はい。もう、たかが10%、されど10%、こういうね、地道な積み重ねでね、バフって上げていかざるを得ないので、はい。これがつけたくて、これがつけたくて。ということで、そう、王の花道ね、なかなか最近クリアしてなかったんですけども、今回は、頑張ってね、クリアしましたと。ちなみに、マジで大変でマジで大変で。てか、とりあえずね、忘れないうちに、はい。まあ、どっちをね、選ぶかは人それぞれだと思いますが、私はね、今の、前日の説明の通り、メフメトを集めているので、確定でもらえるね、メフメトを交換しますと。はい。
エピック歴史の名称プレミアム。こっちね。こっちもらえるんだったら交換してもよかったんだけど、こっちなんだよね。エピック歴史の名称の控え書なんでね。はい、メフメトにしましたということで、はい、メフメトがね、増えました。やったぜ。はい、ということで、あと王の花道を2回クリアしたら、なので、まあ、1ヶ月後、順調にいけば、1ヶ月後にはまたね、メフメト2号機が、スター10にできるようになって、まあ、それ以降はね、まあ、エピック歴史の名称、引換書、交換してもいいかな、みたいに思っています。はい、そんなところですかね、ということで、あと、何の話しようと思ったんだっけ。思い出した。そう、まあ、今回ね、軍隊の招集は明らかにクエストが楽になりましたよ。で、王の花道は、まあ、クエストの、まあ、ちょっとしたリワードは増えてたんですけど、まあ、難易度は変わらなかったですね。闇市を3日で、100回買えとかね、めっちゃきつかったし、あとね、一番きつかったのが、お助け300回。2日目から出てくるお助け300回なんですけど、あれはね、それなりに、その、アクティブの人が多い同盟じゃないとやっぱ厳しくて、うちのね、今、フォックスっていう同盟いるんですけども、なかなかね、アクティブがめっちゃ多いわけでもなく、そもそも同盟の人数がね、40人ぐらいしかいないので、はい。で、やっぱね、積極的に怪我とかして回復させないと、ね、大変な建物の建設ってそんなに進まないんで、お助けの機会がね、あまりなかなか生まれませんと。はい。で、ほぼほぼね、時間帯が、逆転しているので、ね、うちの、この同盟、スロット4、4時6時がね、戦場の主戦なので、そう、時間帯もね、合わないんですよね。ということで、ちょっとね、お助けが苦しくて、もう最終日の残り5分のところで、やっとお助け300回になりましたね。いや、もうクリアできないと思ってました。王の花道多分、今回結構頑張ったけど、クリアできないなって思っていたんですけど、サーバーでか、リセット、月曜日の4時55分、16時55分ですね。はい。リセットする5分前に、やっと、王の花道のお助けクエスト300回クリアして、それまで止めていた、闇市100回購入を高速でやって、もう、更新ってやって、はい。ジェムをね、消費して、なんとか、王の花道ね、全部達成しましたと。はい。まあちょっとそうまでしてメフメト取るのも、まあ、あれなんです、大変なんですけどね、まあ、メフメトね、取っといて、損はないので、エピック歴史の名称の、スター10の数たくさんないとね、戦勝記念塔をね、どんどんレベル上げられないので、今ちなみにレベル6への建築中でございます。ということで、はい。で、レベル7もね、多分いけると思うんですよね。まあ、資源が大変っていうのはあるんですけど。はい。ということで、そう、戦勝記念塔をね、上げるためにも、スターレベル10をね、たくさん作らなきゃいけないので、はい。その意味でもね、やっぱり、メフメト集めなきゃなと。あとね、途中ちょっと映ってましたけど、これね、今回、イーナオマサをスター9にしましたね。はい。いや、本当はね、シャーマンにしようか悩んだんですけど、シャーマンは、まあ、そもそもスター多分3までし、スター8か、までしかいかなくて、足らないのと、はい。モンスターを無傷で倒せるようになりたいなと、ヨルムンガンドを無傷で倒せるようになりたくて、ちょっとね、今回は騎兵を優先しました。はい。ヘカテとか、今も出てる宝の地図の盗賊レベル10とか、はい、あの辺でちょっとラムネ無駄遣いしたくないなっていうのがあって、はい。まあ、ね、T15 の騎兵なんて、まだ先なので、はい。なんか今ポケモンみてえだったな。ちょっとね、騎兵のバフを増やして、モンスターをね、楽に攻略できるようにしようかなと。はい。結局ね、私そんなに PVP しないので、モンハンがね、
しなきゃいけないし、あとは、そう、フォックスもそうだったんですけど、私多分ラリーセッターになることが多くて、別にそんな強くないけど、そう、ラリーセッターをすることがあるので、やっぱね、あのどんどん出せた方がいいじゃないですか。はい。出撃するときにね、やっぱ強い方がいいかなというところで、はい。今回ね、思い切っていい直政をあげましたと。はい。いい直政もあげましたし、あとはね、スールトもね、実はあげられるんですよね。はい。これもね、もうかけら450あるので、もう足らないのは、RS の血です。RS の血がね、やっぱね、なかなか足らないので、RS の血もね、もうちょっと配る頻度を上げてほしいですね。ちょっとずつ緩和が入っているので、まあ、集めやすくなるのか、まあ、多分楽になることはなくて、集めやすくなってくれるんじゃないかなってちょっとね、期待してますね。お寿司さん、いっけない、遅刻遅刻。それ、あれですよ。か、パン加えながら走って、角でぶつかるやつですよ。運命の出会いあるやつですよ。サラタモンさん、真面目な同盟ならアンデッドの回復時間がサービスタイムですよね。そうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。いや、それもあって、今回はアンデッド早めにしましょうよって声をかけたんだけど、ちょっとね、結局変わらなかったんですよね。ちなみに今の同盟、アンデッドの時間は、日曜日の、27時。正確にはもう月曜日に入った AM3 時なんですよ。はい、もう2時まで起きてたんだけど、もう3時無理だなってなって寝ちゃったんですよね。はい。アンデッドの回復もね、タイミング合わないんですよ。これがね、土曜日ならワンチャンあるんですよ。夜更かしするんで。土曜日なら別に、ね、遅くなっても、まあ、次の日休みだからってなるんだけど、多分そもそもね、私、この同盟コンサ土曜日4時なんで、4時まで起きてね、コンサ出て、ちょっと稼いだらね、寝るっていうのをよくやってるので、はい。はい。4時、4時開始のコンスタ結構参加してますからね。結構ぶっ壊れてますよね、私ね。はい。スロット4なんですよ、基本的に。はい。でね、私、燃えるまでにだいぶ攻撃食らうから、だいたいね、ポジティブになるんですよ。はい。っていうので、そう、一稼ぎしてから寝る、4時、ってやってるので、そう、土曜日にアンデッドしてほしかったんだけど、残念ながらね、いつも通り、日曜日27時、日本の AM3 時であったので、無理でした。そう、それがね、辛くてね、やっぱね、多国籍同盟のね、難しいところですよね。そう、アジア圏とヨーロッパ圏がね、ちょっとだいぶ違いますので、ヨーロッパなのかなアメリカなのかなアメリカな気がする。まあいいや。はい、ということで。あ、思い出した。アンデッドの話もしようと思ってたんだ。なんか、昔に比べて、アンデッドの宝箱めっちゃ出るようになりませんなってませんこれ。アンデッド将軍の宝箱。これ、なんだろう。ここ3ヶ月、4ヶ月かぐらいなんか、だいぶ落ちるようになっていて、去年とか全然落ちてなかった気がするんですけど、なんか、今回毎週1回はゲットできるな、みたいな。まあ別にね、大したやつ入ってないんで、あれなんですけど、まあアンデッドの将軍の宝箱ね、なんか昔に比べてドロップするようになったなって思ってますが、皆さんいかがでしょうかっていうのを配信で喋ろうと思っていて、毎週ね、これ別重要じゃないなと思ってて忘れてあのーずっと忘れてて、ずっと貯めてたんですけど、やっと弾けるわ、これで。はい。ということで、アンデッドの将軍のね、宝箱出るようになりましたね。この中身がね、良くなるってことさすがないかなと思うので、もう引いちゃおうと思います。わーい。昔ね、アンデッドの将軍引いたことがあるのでね。はい。アンデッド将軍は残念ながら出ませんが。はい。やっとアンデッド将軍の話やることができた。なんか、リワード系のとこ行くと、ハンターラッキーギフトね、やっと初めて一回ゲットできましたね。ヨルムンガンドを倒して、でもヨルムンガンド私、まだ1万5000ぐらいね、怪我しちゃうんで、ゲットするの大変だったんですけれども、
ゲットし、はい、やっとね、ハンターラッキーギフトを一つゲットできました。はい、うちのサーバーはね、トップ同盟と2同盟で、大物のボスは大体借り尽くされちゃうので、ハンターラッキーギフトをね、取れるタイミングがね、なかなかなくて、で、フェニックスとかあんま落としてくれないじゃないですか。ヨルムンガンドだっけな。ヨルムンガンドじゃなくて、あいつかこいつな気がする、こいつ。エピックウォーロード。ウォーロードのレベル5かなんかを倒した時かもしれない。はい、そのね、どっちかでね、ゲットしましたね。はい、エピックのウォーロード。レベル5のウォーロードは、怪我なしでクリアできるので、こいつね、すごく都合良くて、見つけたら頑張って優先的にね、勝ってたんですけれども。まあ、働きギフトゲットしたんですけど、王権はね、なかなか出ないと思うので、まあ、貯めてから、貯まるかどうかちょっとわかんないんですけど貯めてからね、引こうかなと思ってます。ということで、はい、やっとね、引けました。嬉しいです。お寿司さん、運が良ければ1回に2、3個取れたりします。あ、アンデッド、そうですよね。私もなんか2個取れてた時ありました。そう、なんか、昔、そんなじゃなかったのになと思って。はい。まあ、もらえるものはね、もう、もらえて嬉しいので、なんか、優しくなったなって思います。はい。で、あとね、何の話しようかなと思ったんだっけな。あ、ついでに、海釣りの宝箱ノーマル。これね、イベント終わっても消えないやつなんで、皆さん、溜まってる人はね、使わずに取っとくのがおすすめです。次のね、海釣りのタイミングで、あのースタートダッシュすることができるようになるので、はい、おすすめです。残しとくのがおすすめです。はい、私結局ね、最初スタートダッシュで使ったんですけれども、それ以降の海釣りの宝箱一回も開けることなくね、貯めて終わりましたと。で、貯めて終わりましたが、今、上の方にありましたが、はい、ポセイドンの怒り30日間ゲットしましたね、ということで、もう30日間2つあるから使うか、使おう。怒ろう。ポセイドンがお怒りになりました。41日だ。前もね、ゲットしたから、続いてますね。そもそも使ってなかったな。はい。ということで、海釣りはね、今回も、図鑑マックスまで達成することができましたということで、まあ、これはね、前の配信でも、解説をしている通りね、海釣りは、もう、実は、レアな海図よりも、ノーマルの海図で、そこまでね、いける技術を身につける方が図鑑集まるので、そっちがね、おすすめですということで、今回もレアな海図はね、やっぱね、オブジェクトが大きくてぶつかっちゃうんですよね。ぶつかりやすくて。なんかこの画面開いてんだったら、こっちの方がいいか。あ、なんか画面壊れてる。ちょっと待てよ。よいしょ。開いた。はい。そう、ポセイドンの怒り、図鑑をね、コンプリートするためには、レアな海図だと、もうぶつかりやすくてしょうがないので、ノーマル、オブジェクトがね、ちっちゃいノーマルで、いかにかわしながら、550メートルまで潜れるかゲー。はい。そこに、潜れるようになれば、もう安定してね、500とかに行けるようになれば、もう余裕で図鑑溜まるので、もう、背中をね、スススススってすり抜けていく技術をね、つけるゲーだと思ってますということで、もう海釣りはね、もう図鑑コンプリートできないことはないなってなってきました。よいしょ。あ、和樹さん、明日のリセット後、ハンターラッキーボックスが100個になる予定なので、開封式してます。いいですね。素晴らしい。そう、なんか貯めた方が、X で、貯めた方がなんかいいのが出やすいみたいなのを見かけたので、まあ、それね、正直あるかなと思っていてそう、1個ずつ開けても絶対王権出ないと思うんですよね。1%切ってるんで。はい。もう、多分、そう、最低でも100個ぐらいからね、開けていった方がいいと思うので、そう、おすすめ。おすすめは貯めてからなので、100個開封いいですね。いや、ぜひ、王権報告待ってます。みんなね、そう、100ぐらいで開けて、王権を1個ゲットしましたっていうのをよく見かけるんですよね。いやー、いいなー、王権なー。もう、全然、ないからな。
デモニーさん、メモメモ。ちょっとね、私は弾けてないんですけれども、なんか、そう、貯めてから弾いた方がいいっていう、はい、噂がありますので、ぜひね、皆さん貯めていただくのが。で、そう、2日目ぐらいに釣りコンプしてやる気があってなって、私は一応ね、その後も淡々とやりまして、結局ね、18位に入賞することができましたということで、先週の配信時点は、何位だっけな？ 30 位ぐらいだった気がしたんですけど、まあ大体ね、そう、これね、もうずっとやり続けるのは結構苦痛なんですよと。まあ苦痛ながらね、まあやっていて、まあ、20位入れそうだったんでね、今回もね、なんだかんだやって、はい、18位に入賞しましたということで、この栄光の金枝とかね、制約の石がめちゃくちゃ欲しかったので、はい、今回もね、ゲットできてよかったですねということで、もう海釣りはもう20位以内、ほぼ大体入れますね。はい、もういざとなったら、この、宝箱海釣りの宝箱あるじゃないですか。海釣りの宝箱から餌出るんで、はい。いざとなったら、もう餌をこっから出して、なんとか、20位食い込もうかなと思ってたんですけど、もう余裕で18位だったんで、まあ、20位には、21位にはなんないなっていう点数だったんで、はい。なんか、リセット直前特にやらずに、それでも、はい、18位に、ね、なりましたね。やったぜ。ちなみに、うちのサーバーの日本人の方、お二人がね、10位以内に2人入ってましたね。すごかったですね。はい、まあ、海釣りはね、結構、結構、だいぶだるいイベントではあるものの、リワードはいいので、無課金プレイヤーとしてはね、稼ぎポイントかなというところで、はい、今回もしっかり稼ぎましたという感じです。お寿司さん、10個ずつ開けてましたが、1個出ました。おめでとうございます。今、貯める会に入会したいので頑張って。そう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 。はい、今、名前変わっちゃった、合ってるかなメルシーみたいな名前になってるから、前はね、いない、いない。はい、名前がパッと出てこないけど、そう、呼びかけていたんでね、貯めて検証しましょうって呼びかけてる方いらっしゃったのでね。はい、ぜひ皆さん貯めてやりましょう。最近、文明カードがモンスターから手に入らなくなったのは仕様？入らなくなったんですか？アザゼルとかからは出ますよね。あれなんかこの辺でアザゼル見かけ、ヒドラエピックの、ヒドラエピックはヒドラエピックはハンターラッキーだ。アザゼルがね、確かこの辺にいたと。うちのサーバーね、さすがにやっぱアザゼルはね、倒されないですね。クラーケンは結構、座標を共有すると、ワールドチャットで座標を共有すると1位同盟倒してるっぽいんですけど、アザゼルはね、残ってて、やっぱいたいたいた。アザゼルやっぱ落としますよ。はい。アザゼルがワールドシビライゼーションスーパーを落としますね。はい。で、多分そう、クラーケンを落とすか落とさないか分かんないですけど、そう、アザゼルは落とすんですよね。かつきさん、アザゼルしか出ないよな。なるほど。絶対確率いじってたら落ちなくなりました。そういうことですか。なるほど。まあでも、もともと、例えばフェニックスとかの金枝とかめっちゃ落ちないですしね。この中でもドロップ率がありますよね。はい。こう書いてないんで、わからないんですけども、ワールドシビライゼーションスーパーめちゃくちゃいいアイテムなので、はい。これは、まあ、確率低いと思います。よほど倒さないと。高作さん、前回35で出なかったので、貯めて今80個です。いいな。てか、みんな、あれですね。もうめっちゃ持ってますね。いや、そうなんだよ。やっぱね、トップ同盟じゃないとね、この、ハンターラッキーボックス格差がね、広がる一方ですよね。よいしょ。ヘモニーさん、前はボロボロ落ちてました。そうなんですか？なんかそっちの方が、てか、アザゼルそんなボロボロ倒せるんですね。いや、そう、課金の力で若いサーバーみたいでもめちゃくちゃ勝ってましたけど、
古いサーバーでも、古いサーバーだと今度、アザゼルとか強モンスターをね、倒しやすかったりすると思うので、また結構ね、バランス変わってくるのかなっていうのがね、ちょっと楽しみなんですよね。COC の決勝とか、まあ、まだね、まだその影響は出てこないとは思うんですけども、5ヶ月後とか、はい。例えばうちのサーバーはまだアザゼルそんな倒せないですけど、アザゼルボコボコ倒せるようなね、サーバーってなんかだいぶ強くなりそうな気がしていて、はい。どこ、なんだろう、そう。やっぱね、前からあるサーバーの方が、モンスター倒しやすいんじゃないかなって思うんですよね。で、人が少ない代わりに、サーバーがね、サーバーの同盟が密集してるだとか、いうとこの方が稼ぎやすかったりするのかなっていう。うちのサーバーはね、稼ぎづらいんですよね。アクティブプレイヤーが1000人、1000人はいないのか。正確には多分500ちょいかな。オルトも含まれるけど、500ちょいぐらいは結構アクティブで、名声の変動があるんですけども、そのうちの、その強モンスターによるアイテムの恩恵を受けてるの多分、60アカウントぐらいだと思うので、トップ同盟でもね、みんながアクティブってわけでもないので、そう、でも分散しちゃってるからな。まあでも100人みっちりアクティブですよなんていうサーバーがあるわけないから、まあ関係ないのかな。まあいいや。ツキングさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。ということで、何の話でしたっけ？そうだ、そう。釣りイベントを頑張りましたという話でしたと。で、思い出した。先週ね、話そうと思っていて話してなかった。先週もね、軍隊の召集等の花道の、改善がありましたねって話したんですけど、その他にも改善したポイントがありましたよねっていうので、王家の宝箱と王族を狙う盗賊の宝箱、この2つの話をね、前回もしようと思ったのに忘れちゃってましたということで、今回ね、忘れないうちにやっておきましょうということで、実はね、この盗賊系の宝箱も報酬が上がってますよということで、まず盗賊を倒した宝箱から。はい、盗賊の宝箱って、必ずね、全部のアイテムが出るんですけれども、この安全資源箱ウルトラレア、これがね、追加されるようになりましたね。はい。これ地味ですけれども、まあ、毎日ね、盗賊の正体をもらって倒してる人、私なんかそうなんですけれども、はい。私泥棒がいますって言ったら、手挙げたり、はい、ラリーセットしてるので、正体送ってくれるんですよね。で、私、盗賊喜んで倒すので、盗賊ボコボコ倒してましたと。ということで、100個も溜まってるんですけど、これ110個15個あげたらね、リソースが115個手に入るわけですよ、ということで、これ、いいですよね。はい、しょぼい、しょぼいというか、まあ、地味なね、1しか追加してないかもしれないけれども、これ、地率もなので、はい。私ね、盗賊よく倒す勢としては非常に嬉しいアップグレードですね。ということで、日々の盗賊がこれです。で、自分のね、盗賊全部倒してもらった時の王家の宝箱。はい。これね、はい、さっきね、バルボラッサの例出したのここなんですよ。王家の宝箱からバルバロッサって、まあなんか半年に1回ぐらい出るよね、みたいに思っていましたというところでね、バルボラッサ引くのもったいないみたいな話をね、さっきしたのに、引いちゃった、引いちゃったモッコさんがいらっしゃったんですけれども、えっと、これさ、大きな宝箱をね、エピック歴史の名称の引き換え書が含まれるようになったんですよ。これいいですよね。2%の確率です。これね、これね、バルバロッサまず消せよっていう、これ0.1%でバルバロッサ引いた時のがっかり感やばくないですか、これ。これもうね、エボニーの中の人、なんでこういう手の抜き方するんでしょうね。なんかストーリー上バルバロッサがもし必要なんだとしたら、どうせ複数アイテム出るって言ってんだから、これなんか天井性なんか何個か集めると絶対出てくるだとか、もしくはパーセント上げとくとか、エピック歴史の名称の引き換え書プレミアムよりも、
出づらいからこそ、出た時のショック、がっかり感やばくないかなっていうね、これ、もうこの確率見た時に、マジで運営分かってないなって思ってしまった。なるべくね、なるべく、ディスらないように気をつけようかなって思っているんですけども、これちょっとね、ディスらざるを得ない。はい。これ、誰が喜ぶのこれ。これ、意味がわかんないだろ。マジで。着せよ、バルバロッサ。で、まあ、エピックのね、歴史の名称の控え書はね、出てくるのはね、嬉しいですね。ということで、まあ、ここはね、はい、通常の、プレミアム系のやつと一緒なので、最新のね、やつもちゃんと出るようになっていますが、まあ、どんどんね、新しいやつが増えるので、このピックアップ勝負がね、出る確率がどんどん減っていくというね、異常事態になってますと。これ、去年とかだったら20%、10、19%だったかな。アンドレかなんかの確率17%とか見た覚えがあるんですけど、もう13.39% までもう新しい賞がね、増えるたび、なので2週間に1回どんどんね、確率が悪化していくんですよね、これね。2週間に1回新しい将軍出るんで、2週間に1回どん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 ね、新しいやつが出づらくなって、はい。外れがね外れがいつまでも残ってるっていうね。はい、もう申し訳ないけど、この上の方外れなんで。バルボラッソってここにいんだっけ？いないか。いないな。さすがにいないね。いないね。はい。でね、そう。プレミアムにバルボラッサいないんでしょ？なんで、よりレアな雰囲気でバルバロッサここにいるの？何なのこれマジで。もうほんとヘボニーと言わざるを得ない。もう、ヘボニーさんがいるとこでヘボニー。ヘボニーさんが自分でコメントしてるからいいか。岡さん、私も盗賊だけど、盗賊いいですよね。盗賊はもう地味に美味しいんで。お寿司さん、フン族、ちょっと背伸びしたとこに参加してるときに、ラリー乗車者にバルバラスアイコンを見たときの絶望感。5億パー戦力外ですね。もう、まあでもそれもうあれですよね。もうラリー云々の上にもう集まった瞬間の戦力がきっと 500M とか3、ギリギリ、ギリギリ参加できるなんとか参加できるクラスの人とかですよね。いや、フン族はね、もう本当に最低参加条件をね、最低でも2倍にしてほしい。本当に。マッチングが苦痛で、フン族ちょっとどんどん嫌いになっていくので、お母さん、今更バルバロッサって思っちゃいました。本当ですよ。もうバルバロ、これ何なのこれ。いや、ストーリーで重要なんだとしたら、もうちょっと工夫しろよっていうね。はい。まあ、一応ね、はい、エピック歴史の名称の控え書が増えてますと。で、一応こっちの方がね、確率が高いです。いいことですね。で、5K ジェムがね、いきなり5個がね、手に入るっていうね。これ前は5個じゃなかった気がするんですけど。で、さらにいいのが、資源ウルトラとかはね、もともとあった気がするんですけど、7日間スピードアップ、これ3日間だったのが7日間に上がってる気がしますっていうのと、このリソース系がね、1M のやつ増えてるんですよ。はい。あ、そう、これ 2K ジェム、2K ジェム ×5 だったんだ、前。それが 5K ジェム5っていうのがそう増えているし、はい、リソースのね、1M 食料箱。はい、この辺がね、増えましたね。はい。この辺当たると普通に嬉しいのでいいじゃないですかと。はい。で、3日間スピードアップ。この辺はいつも通りだけど、そう7日間スピードアップが増えましたとかね。はい。はい。で、賢者の石も、500とかがね、出るんですよね。これ0.6%とかです。これね、この確率もさ、確率もね、0.6%、エピック歴史の名称のプレミアムの方が出るの何なんだろうな。おもろいな。で、これ引こうかな。そう、せっかく溜まってるから引こう。つけみさん、バルバロッサ T3 とか止まらない。ちょこっと出てくるから早くいや、そう。もうね、バルバロッサももうこの宝箱開くたびにね、バルバロッサがちょっともう、なんなんこいつと思っちゃうから、どうしてもね、ちょっとディスってしまう。申し訳ない。プライム版のバルバロッサですね。そう。これがね、バルバロッサプライムとかなら許しますよ。ナポレオンの時のように。進化してんのかな、これ。
ション長井さん、エピック歴史の名称の引き換え書の確率が悪くなるんだったら、昔の将軍に性能強化をし、そうですね。よくあるソシャゲでね、最初の頃の将軍、しょぼくなる代わりに、まあ、少しだけ、強くなるみたいなのがね、まあ、結局その強くなる仕組みが新しい将軍にも順次適用されて、また弱くなるんですけども、そう、古い将軍がね、少しだけアップデートされるとかね。でも、シンプルなのは、古い将軍出なくなるがね、一番、優しいソシャゲの運営なんですけれども、はい。これはね、はい。私がやっていた、そう、ドラクエウォークとかもね、しょぼいやつはもうそもそも出ないでメダル交換とかできるようになったしな。はい。昔やってたロード・オブ・ナイスとかもさすがに、しょぼいやつは、出なくなりましただとか、天井システムが入って別軸なりましただとかね、初期のカード誰も使わなくなったけど、最初に、覚醒するようになってとか、ね、なんかいろいろ工夫があったんですけど、エボニーはもうそんなん無視で2週間に2週間に1回新しいの出て、ね、型落ちがどんどんしていくので、どんどんね、圧迫祭りされていくのえぐいので、いくらなんでもね、そろそろ改善してほしい。はい。が、まあまあまあ、これが上がったのは嬉しいです。お寿司さん、バルバロッサプライムめっちゃ定員増えそう。バルバロッサってもうそもそもどういう能力なんだっけ弾けるかもしれないから弾くか。今75個溜まってるんでね、弾きますね。ランダムに1つ、あるいは複数のアイテムを入手できます。75個あります。しよう。合計ジェム10。1M 宝ラブ、これで75円もらってんの普通に嬉しいよな。はい。資源箱ルトアレア20、3日間スピードアップ、2K ジェム。エピック歴史の名称引換書プライムもらいましたね。プレミアム。はい、嬉しい。で、賢者の石250とかも普通に嬉しいですということで、そう、この、毎日のね、大きな宝箱、なかなかいいですよね、報酬ね。普通に、素敵な、素敵な報酬になっていて、まあ、まあ、大体のね、プレイヤーが毎日活躍度145を目指したり、この盗賊をね、倒すっていうのをやってたと思うんですけども、はい、もういつもよりもね、盗賊やる気が出ますよね。私、たまに遠くで出した時とか、申し訳ないかなと思って、招待を送らなかったりするんですけど、これからね、背部から遠くの盗賊って言ってね、みんなに、倒してもらおうと思います。バルバロッサ来ないのね、いや、そう、もうこんなにフラグ立てちゃったから来るかと思ってちょっと、ヒヤヒヤしました。が、出なかった。よかった。はい。ということで、エピック歴史の名称控え書プレミアムね、今47まで溜まりましたね。はい。最近ね、貯めてるんですよ。最近じゃないや、前から貯めてるんですけど、最近やってることがあって、ピックアップ将軍を引いたら引くのをやめるっていうのをやってるんですよ。これ何かっていうと、この確率の詳細のピックアップ将軍って、はい、次の新しい将軍が出るまでは、その2週間は、新しい将軍がちょっと出やすくなってますと。まあ、といっても、これ13%なんで、もう10回引いて1回出るかとかな感じなんですけども、でも、運が良かったら結構ね、なんか2回3回とかで出たりするじゃないですかと。で、今回ね、方向さん私2回しか3回かなで出てきて、はい。ね、香港さんゲットすることができたんですけども、私、騎兵将軍はもう、心中するのもう決めてるので多分使わないんですけども、やっぱ制約がね、美味しいので、はい。レイドに参加する際の騎兵の HP10%、騎兵の訓練上限、これね、あとちょっとでクリアするんですけれども、はい。まあ、こういうのをね、達成を狙って、やっぱ制約のためにもう新しい将軍引かざるを得ないかなと。で、新しい将軍を引くタイミングって、もうピックアップされてる時に引かないと辛いなと。はい。というのも、このイシュトバーンを2世をね、私引いて、これをね、お供にしようって思ったんですけど、このトーティラを持ってなくて、で、結局、このトーティラはもう 0. 何パー、83%みたいな、そういう確率で引かなきゃいけないじゃないですかと。もう辛いんですよ。だからもうピックアップで新しく出た時に引いとかないと、結局、みんな新しい将軍求めるんで、ね、ラグナルとかもね、クヌート一世。クヌート一世って新しいやつだっけ？なんか結局制約で求められるのって定期的に新しい将軍をね、求められるんですよ。マーリンさんもそうでした。マーリンさんも、
はい、マーリンのちょっと前に出てたベイオウルフが必要ですよみたいな、持ってないしみたいになってて、でもこれって今引くのめちゃくちゃ難しいので、ってなると、もうこれ、毎回、毎回新しい将軍を出るチャレンジをして、引いとかないといけないんだなって、はい、なっていて、はい、最近はね、だいぶ、エピック歴史の名称の機械書プレミアが溜まってきたので、その新しい将軍ゲットチャレンジっていうのをね、これからしていこうって思ってます。だからこそ、新しい将軍引いたらもう絶対引かないです。はい、もう新しい将軍に2体とかいらないんで、新しい将軍が1体あって制約のために確保するっていうね、生活を始めました。わー、私はエデュラ・フルーヤさん、私はブラジル人で日本に住んでいます。できる限りいつもあなたのライブストリームを見ています。ライブストリームおめでとうございます。嬉しい。さすがにこれはちょっとエドワルドさん、ありがとう。私、なんて言った自分がなんて喋ったかもちょっと今覚えてなかった。ブラジル語。ブラジル語よいしょ。ブラジル語ってあんのちょっと待ってよ。ないよな。ポルトガル語、ブラジル、カッコブラジル。ポルトガル語、ポルトガル語で大丈夫かな。ポルトガル語の字幕もつけるようにします。必要でしたら今度、必要でしたらポルトガルの語も字幕もつけようと思いますって書いておこう。よいしょ。ディーペールってマジで便利だよな。はい、ということで、そう、YouTube の配信をしていると、アクセス解析みたいなので、皆さんがね、どの時間帯によく見てるだとか、どの地域から見てるだとか、どういうその登録している年齢層なのかっていうのがね、結構見えたりするんですけど、意外にね、日本だけじゃない。あ、日本人なんだ。そう、古谷ってなってるからあれだ。あ、やったー。じゃあ、ポルトガル語じゃなくて大丈夫だ。伝わってるのようでよかったです。やった。日本に25年住んでいる。ブラジル人で日本に住んでいる。だから日本語が伝わるよってことですね。なるほど、なるほど。頑張って、頑張って書き直してくれたのかと思った。いや、ありがとうございます。何の話したっけそう、王の花道じゃないや、王の宝箱の話をしていて、で、エピック歴史の名称の話をして、エピックの歴史の名称をね、そろそろ変えてほしいなっていう話をしてましたというところかな。で、よいしょ。で、宝箱系の話は、これで話したかったことを話したかな。ミロさん、こんばんは。イベント終わってしまいましたが、悪夢のやつ最後まで行けましたか？悪夢のやつなんだっけ？あ、悪夢。やばい、覚えてない。悪夢と言われるともう王の花道の300回クエストが悪夢だったんですけど、そっちじゃないですね。運命のタロットみたいなやつはね、あれは、結局、貯めて、あれどこに溜まってんだっけな。こっち溜まってんのかな。これか。ミスティックカード。はい、ミスティックカードね。
イベント終了後も消えませんよってなってるんで、これ141ね、今溜まってる状況ですね。で、待ってるのはこの対象コインですね。はい。対象コインは2550個あるんですけど、これいつ来るんですかね。なんかベッティングコインもなんか405あるんですけど、私これ交換し忘れたのかな。はい。シャロンがね、また、シャロンの予選が来週の土曜から、次じゃなくて次の次の土曜から、始まると思いますと。で、まあその頃からね、またベッティングコイン集まると思うんですけど、その前に消えちゃうんだろうな、これ。私交換し忘れてるわ。ひどい。悲しい。はい。金エナのコインもね、まだ宝箱も変わってないですね。という、この宝箱とかに変換するタイミングって、ね、イベントが始まる直前なんですよね。で、勝手にね、メールから開封された対象コイン2550ね。これもね、残念ながら、次の、スロットが来るタイミングで、スピードアップ、しょぼいスピードアップに変えられるんでしょうね。悲しい。ミロさん、4択を30回成功させるやつです。イベント名忘れてしまいました。あ、それ私見たな。そのイベント、うちのサーバーにはなかったです。はい。あ、そうね、悪夢のなんちゃらっていう、タロット占いとなんか似たような、絵の別イベントですよね。それなんかララさんサーバーかなんかで写真見たんじゃなかったっけな。そのイベントはまだ特定の場所にしか来てないイベントだったと思います。あれだ、ヒュプノスの夢ってやつですよね、多分ね。ヒュプノスの夢っていうイベントのことを話されてると思います。このタロットイベントと似たような絵なんですけど、あの占いのね、お姉さんがなんか覚醒してる感じの、なんか石かなんかこうやって浮かしてる絵のやつですよね。はい。運勢占いイベントに似てるんですけど、ヒュプノスの夢みたいな、はい、やつがあるのは、そういうイベントがね、開催されてることは知ってるんですけど、うちのサーバーにはなかったので、そう、それね、知らないんですよ。はい、なんか、まるで宣伝みたいになっちゃうけど、ララさんサーバーにね、参加されてる方は12月25日に投稿されているところまで遡ると、はい、はい、ヒュプノスの夢っていうね、やつがあるので、はい。月見さんはね、見たことあるはずです。まさはるさんが投稿してくださってます。12月25日の、ララさんサーバー雑談チャンネルのところにね、このイベントって完全に運なんですかねっていうヒュプノスの夢っていうやつを貼ってもらってるんですけど、私、そう、このイベント来てないなと思って、でもそう、印象的だったんで覚えてます。はい。4択30回成功させるってめっちゃ大変そうですね。はい。そうね、はい、ちなみに、和吉さんもなんすかそのイベントってその時にコメントされてる。はい、ということで、そう、神様知らないイベント。サラダモンさん、エボニーウィキのイベント欄にも無記載。はい、そうなんです。サーバー限定だと思います。もともとね、アグロペとかも今は全体ですけども、しばらくはね、特定のサーバーだけ先行してあったりとかしていて、そう、もうエボニーってね、サーバーごとにイベントが違ったりとかするので、はい。はい、ちょっと待ってね。これも画像コピーしてもらってこようかな。ちょっと待ってね。特段、何か怒られることもないだろうから、画像をちょっと撮ってきて、貼れるだろうか。ちょっと待ってください。よいしょ。めっちゃ壊れとるわ、画像。これですね。はい、今日まだいらっしゃってないけれども、すいません。正治さん、画像を使わせていただきました。このヒュプノスの夢っていうやつがね、来てるようですということで。はい。
これはね、サーバー限定、特定のサーバー限定のイベントだと思います。はい。そう、これね、私の画像じゃなくて、はい、よくね、コメントしてくださっているマサハルさんが、投稿してくれた、画像をね、拝借して今共有しているんですけれども、これはその特定のサーバーでね、来てるみたいで、そのイベントの内容も知らなかったんですけど、ミロさんがコメントしてくださった通り、4択を30回成功させるってね、無理だろっていう無理だろってイベントですねザ・スピード・サラックさん、1582人も来ていません。うん。月見さん、これララサーバーでやってなかったです。そうですね。ララさんも、これ何か聞こうと思ってたのに忘れてたみたいなコメントされてたんで、そう、多分ね、来てる方がレアだと思いますね。どちらかというと。はい。マサハルさんのサーバーだけなのかなと思ったけど、ミロさんからもコメントがあったので、はい。一応、複数のサーバーで来てるっぽいですね。まあ、大体先行サーバーで、まあ、1ヶ月とか2ヶ月とかの期間ね、早く始まって、その後他のサーバーにも入ってくると。いや、嘘だな。アグロペはね、半年待った。ので、他のサーバーにもね、いずれ来るんじゃないかなとは思います。はい、ただもうなんかまるっきり、あのー運勢占いとなんか似てるじゃないですか。もうなんか、2P キャラかなみたいな感じしてるので、ヒュプノスの夢来てるサーバーって、運勢占い来てましたかね？運勢占いって名前だっけ？もう、あんまり興味がなくて、ミスティックカードがもらう、そう、運勢占いイベントになってるわ。運勢占いイベント来てたのかな？ミラさん836でイベント来た。あ、そうなんですね。エドワルドさん、私はサーバー605から来ていますが、このイベントを見たことがあります。あ、そうなんですね。だからやっぱね、一概に古いサーバーだからだとかそういうのないんですよね。なんか、ピックアップしてなのかと、大陸ごととかでもないので、はい、たまたまね、これが来てるサーバーは、運よく先行サーバーでイベントが多いのかなと思います。ミロさん、それも来てました。あ、運勢占いイベントも来てたんですね。もうなんか運勢占いが進化してこれになったのかなと思ったら違うんだ。なるほど。はい。まあ、そのところで、まあ、このイベントもね、まあ、きっといずれ来るのでしょうが、まあ、なんか4タコを30回正解させるっていう、なんかとんでもない、イベントのようなので、なんか、あまり関係ないかもなと思いつつ、はい。まあ、イベント来てくれた方がね、リワードが増えるなら美味しいですね。はい。なんか、宝箱系の話、なんか他にもなかったっけな？大丈夫か？あ、これ296。交換しよう。あ、思い出した。秘宝ボックス開けようと思ったんだ。月見さん、ジャル先生はすごいな、よく覚えてて。結構ね、X とかも、そんなに別に私、見漁ってる方ではないんですけど、気になったところはね、なんか、あのなんかメモってるわけでもないんだよな。はい、気になるんで、脳に刷り込まれます。はい。で、ヒュプノスの夢も、なんだこれって思って気になってたんで、はい、すぐ結びついてよかったです。はい。で、そう、秘宝ボックス開封の儀もやりたかったんだ。これね、秘宝シリーズ、全然エッグのかけら出なくて、これ他のやつね、もうレベル4になったんですよ。レベル4になったんですけど、あの、建設のね、こいつはあとちょっと。で、エッグのかけらなんかもうまだ100近く足らないっていうね、なんかひどいことになってて、この偏りなんやねんってなってて、はい。このね、秘宝ボックスも溜まってきたので、理論値、建設のやつ、これでクリアな気がするんですよ。ということで、開けよう。頼む。アガメノムーンのかけら29。ファジェルウェエッグのかけら30。お、比較的多い。
比較的多いぞ。やった。さあ、アップグレードできるかな、見に行こう。こいつはね、当然無理だよね。はい、まだ50以上必要。はい。53必要なの？まだ350ぐらい必要なの？やめてよ。お、アップグレードやった、できる。もうこれ本当は戦勝記念塔の前にアップグレードしたかったよ。もう建設速度がさ、この6%とかももうそろそろ大きいのよ。ということで、はい。アガメム、アガメムノンの仮面がね、やっと、レベル3からレベル4になりますということで、はい、敵の攻防 HP の、デバフが6%ずつ上がりますと。で、攻撃時の兵士の死亡から負傷への転換率10%。これね、変わらないみたいですね。はい。で、建設速度が18%になりますということで、はい。やっぱね、高ければ高いほどいいですよね。ということで、アップグレード、わーい。はい。次は、今6%上がったんですけど、レベル4からレベル5になると今度8%上がって24%になるんだ。いいですね。はい。建設速度は、当倍で6%。はい。次は2250は大変ですね。だいぶ厳しいですが、はい。引き続きね、秘宝ボックス集めて頑張っていきたいなと思います。ということで、これでね、エッグ以外はレベル4になりましたね。はい。この文明の秘宝もね、全体に関わるバフなので非常に重要なので、はい。パジェルベックね、資源の採集速度欲しいから、け、結構個人的な重要度高いのに、こいつ一番遅いんだよな。これもう、そう、マリアエッグめちゃくちゃ欲しかったのに、全然しばらく手に入らなくて。はい。なんで偏るねん、こんなにっていうね。はい。はい。この属州都市の訓練速度一番使わねえんだけどな。はい。このファジェルウェイ、ファベルジェッグ、はい、集めてね、引き続き文明の秘宝を集めていこうと思います。きつい。はい、53× ね、7分割されてるのではい、単純計算7倍に必要なんで350集めなきゃいけないんだなということで頑張っていきたいと思います。お、川森さんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうこまめにね、闇市で買ってた甲斐がありました。はい、もう闇市でね、今出てないですけど、文明の秘宝が出た時の文明の秘宝がね、20個の時にね、スイートタイムこれ。はい。闇市のね、半額のやつを使ってね、買うと、オークションで買うよりも安く買えるんでね、そう、結構頑張ってそれでね、集めていました。やっとレベル4ですね。無課金の限界値がレベル5かなと思ってるんですよ。ということで、レベル5までね、頑張りたいなと思っています。同様に、こっちのね、美術品ですね。美術品も今レベル4なんですけど、レベル5が理論最大値かなと思っていて、これも今貯めてるんですけども、おそらく両方、文明の秘宝のレベル5と美術品のレベル5多分同時ぐらいのタイミングで、やるのかなりそうだなって思ってます。で、残念ながらね、この将軍のね、コンプリートするやつが厳しすぎて、どんどんね、さっきも、途中で話しましたけど、その欲しい将軍の出る確率は、どんどん下がってってるじゃないですかと。で、そもそも、エピックから出てこないやつがいるんですよ。こういうね、北方の蛮族を。こいつはもらえる機会が一応ね、イベント的に多かったりしますけど、もう私は大体もらえないので。ね、かぐや姫とか、アレクサンドラとか、あと、違う、こいつか。豊臣秀頼。こういうやつって、エピック歴史の名称引換書にもラインナップしてないんですよ。あとね、こいつね、マールテントロンプ。こいつは、そもそもラインナップされてないので、揃うわけがないんですよね。そもそも揃う確率が減ってるのに揃うわけがなくて、これをどうにか揃えるためには、これが必要なんですよ、これ。あれ、ない。どこだ名称招待なんちゃら。あ、来てない。あ、来た。名称肖像画展。はい。これね、ここの、将軍の年度1引換書とかではなくて、こっちの月桂樹歴史の名称引換書。トロイアの木馬歴史の名称引換書。その美術品の名前に対応したやつ。これでね、6.25% を引くしかないんですよね。でも、結局、
はい。私この中で欲しいのはこいつだけなので、嘘だな。バシレイオスだっけこいつ。でもこいつはね、多分エピック歴史の名称控え書から出る気がする。はい。この二人がね、欲しいんですけれども、6.25% なんですよ。で、もう遺跡から出るやつさえ含まれてて、わざわざ600で交換したくないんですよ、と。もうこれね、これ厳しいですよね。はい。はい、将軍の伝道2のね、名称引換書なら、100安く交換できるんですけど、これよく見ると、通っていて、でも豊臣秀頼これ6.03%だ。ワンチャンあるな。豊臣秀頼引けるのいいじゃん。豊臣秀頼欲しいよ、ちょっと。豊臣秀頼さん、私持ってない。でもね、ラウターとか出たら凹むからな。試してほしいな。はい、ということで、これね、美術品がね、どんどんきつくなってんの。これ勘弁してほしいんだよね。っていうのでね、はい、ちょっと将軍のとこちょっとね、考え直してほしいなって思ってます。とりあえずバシレオス出るか見ていい？バシレイオスって、いる。じゃあなんか、ケナガに引いてればバシレイオスは引ける可能性があるわ。豊臣秀頼だけだ、やっぱり。今んとこ、将軍の殿堂に系で、現実的なのは、バシレイアスをプレミアム、エピック歴史の名称控え書から引いて、豊臣秀頼を将軍の殿堂2から引く。はい。6%を引く。はい。もうこの辺は無理だね。この辺もちょっと引かなきゃいけないの多くて無理だね。また将軍の殿堂さんがね、ワンチャン。はい。ということで、このね、美術品ね、厳しいですよね。はい。特にファフニールの指輪とかね、この紙しか持ってないやつとかあったりとかしてね。この辺のバランスもちょっと、あの、運営さんそろそろ緩和してくれないかなと。いろいろ緩和がね、始まっているので、こういうところも緩和してほしいなという期待を込めてね、コメントをしておきます。もっこさん、私はエクのかけらがダントツ多いです。そうなんだ。やっぱね、人によって偏りますよね。おい。ザ・スピードスラックさん、先週の配信で気がついたんですが、レベル16資源として 19.6M 採集してきます。時間は4時間を切るくらいです。採集量はジャルさんより多いようです。そこで将軍ですが、メインはクレオパトラ、サブで新得上にします。逆だとクレオパトラが追加をもらってくれないようなんですが、そのようなことはありませんか？クレオパトラってそもそも追加もらわないと思いますよ。スキルによりますけどね、スキルに。クレオパトラのスキルって、モンスターの排出量2倍だけなので、もらえなくて、例えばね、私はガイオスにこの採集量みたいなのがついたりとかするんですけど、こういうスキルがついてるなら、採集量増えるのかなと思います。で、資源、私、そうですね、多分、13.3M。これ違うな。これ多分途中で引き上げたやつだ。でも 13.6M だな。新徳上島津で、10、嘘ですね。土地からは 13.6M で、新徳と島津で 10M もらって 20.6M とか、あと、鉱山の場合は、7M 追加して 20.6M もらってる感じですかね。はい。なので、このぐらい稼げていて、あと、私の資源の回収速度ですけれども、だいたい2時間40分ぐらいだった気がしますね。もちろんファベルジェエッグを装備して、かつ、この資源のバフがある状態なんですけれども、一番早いコンビがね、今、出撃しちゃってるんですけど、よいしょ。島津さんか。はい、島津さん、これ2時間56分ですね。農場と変わるんかな？ 2 時間44分ですね。で、よいしょ。食料採集速度60%。
まあ大体ね、直前に交換をするので、ですけれども、この辺を使って、私の場合はフルフルで2時間33分ですかね。ただ、これフルフルっていうのは実は嘘で、技量で、私資源の最終速度ダウンしてるんですよ。で、資源の最終速度でも20%ダウンしてても、レベル16の資源土地を2時間半で、2時間半ちょっとで回収していくので十分かなと思ってて。はい。私多分ね、資源最終速度はまあまあ速い方だと思います。ちなみに、それは新徳さんをね、政治力をガン上げしていて、政治力が1569かつレベル41っていうね、私の限界値まで行って、これね、限界値も限界値で、全員ね、レベルマックスにしていて、私の、君主レベルが上がったら即ね、42にできるように、全員貼り付きにしてます。はい。ということで、私、王の対決資源採集、3位以上常連なので、こんな感じで、こう、早い方な気がする。ので、パベルジェック欲しいんですよ、ちょっと。最終速度15%上げたいんですよ。でもね、弾けないんですよね。不思議。まあいいや。サタモンさん、制約とか将軍の伝道は一回解放したら解雇して大丈夫なんでしたっけ？将軍の伝道は解雇して大丈夫です。制約はダメですね。制約はなくすと、消えちゃうんで。でも、こっちの美術品は一回アンロックすれば大丈夫です。制約は常に、パラメータを参照してるので、例えば今シグルズ。シグルズはもうそもそもやってなかったわ。逆か。ラグナルか。はい。ラグナルで今、4つ目まで、達成してるんですけど、シグルズを間違って解雇すると、この進行制約とか消えて、すごく悲しいことになります。はい。でも、美術品はもう、もうそもそものアンロック条件が、将軍の揃ってることであるので、で、正確にはどちらかというと、この横の、ここのね、宝箱をもらえたら、アンロックできたことになるので、で、ここって、一度でもゲットすれば、はい、光るので大丈夫ですね。はい、なので、美術品は、引けさえすれば、解雇しても大丈夫なんで、ちょっと優しいです。はい。さてさて、話忘れてたシリーズは、思い出した。まだ話忘れてたシリーズがあったわ。最近将軍上位が集まって、解雇し、なんか撤回されたっぽい。まあいいや。えっと、話忘れたシリーズありました。これ分解の話って前多分しましたっけ？してないかな？はい、以前ね、もう祝福でトライアンのもう大変だよ、みたいな話をね、あのしたと思うんですけれども、はい、これがアップグレード入って、分解ができるようになりましたねっていう話を、したつもりが、そういえば、気のせいかもということで、祝福からね、やらないと今までアイテムもらえなかったんですけど、分解っていうのが増えたので、これをね、分解すると、はい、アイテムが直でもらえるようになりました。はい。なので、ね、いつも祝福をボン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 ってやってめちゃくちゃ大変だったんですけども、はい。このね、祝福をまあやるのもまあ楽しいんですけども、たくさんあると大変ですというところで、またね、トラちゃんみたいなやつが来た時には、ぜひね、分解でアイテムをゲットしましょうということで、この前ゲットした、よいしょ、かき氷。はい、かき氷もね、別に祝福する必要もないので、分解してアイテムを回収したいと思います。はい、ということで、
これね、運営にね、要望を上げてた人も多分多かったと思うので、運営のね、対処ちょっと早かったですかね。はい。昨年12月のね、年末にはね、できるようになってましたね。確かね。はい。取り上げようかなと思って、それも忘れていました。はい。ということを、はい、思い出してよかった。さあ、多分その将軍の保有上限近くなって困っていたので助かります。ああ、よかったです。いや、きついっすよね。そう、私も育てたやつは解雇して、なんとか今抑えてますけれども、そう、将軍枠のためにもやっぱり白レベルも上げたくなるしっていうのでね、結構、カツカツ運営。ザ・スピード・ストラックさん、その辺のアイテムは相手を脅かすために残しています。ああ、それもあるので、そう、私もね、全部は使わずに、いくつかはね、残してますね。はい。相手を煽るために使う感じですね。エイジュラードさん、今日から始まったこのイベントについて質問したいですが、3枚のカードを持っていて、それを開けると、ボスがポイントを獲得ですが、より多くのポイントを獲得する何かヒントありますか？どれだろう？ 3 枚のカード。あ、これのことかな？宝探しの旅ですかね。宝探しの旅のポイント獲得を、宝探しの旅を前提でいきますけれども、宝探しの旅のポイント獲得方法は、おすすめなのは、こういうところに行きます。はい。こういうところに移動をして、で、まず最初に地図を貯めます。全部地図を貯めてからです。地図を限界まで貯めます。はい。で、限界まで貯めたら、世界の端っこに行って、全部地図を開きます。で、全部地図を開くと、盗賊が出ますね。さっき周りにいたかな？いないや。はい。あのー盗賊を、はい。一番いいのが、そう、世界の四隅の角のどっかに行く、宝の地図を全部開ける。で、そうすると、運が良ければ、このね、盗賊、こいつが出てきますと。はい。で、結局、盗賊を倒した時のポイント、落とすアイテムに応じてポイントが変動するので、ダブルドロップでポイント、盗賊を倒してダブルドロップした時が一番ポイントが跳ねます。はい。もちろんね、レベルが高ければ高い方がいいなどあるんですけれども、はい。ポイントを跳ねさせる方法として、世界の端っこにいて、こいつですね。はい。猫の人形。はい。これを使います。はい。幸運と共にやるって書いてあるのに猫の人形に変わるんだ。なんだこれ。はい。このアイテムを使うと、10分以内にモンスターを飛ばする場合、アイテム2倍排出の確率が50%アップしますということで、はい。もちろんね、通常のダブルドロップ率がついている、将軍を使うのもさらにおすすめですと。私であれば、カエサル。はい。こいつがね、そもそも、モンスターの討伐によってアイテムの出現率プラス9%をついているので、こいつをつけて、あと、さらにこだわるのは、フリーダムスターではなくて、ここを、よいしょ。ない。ドラゴン装備とかにして、モンスターの、2倍排出率をさらに上げますと。で、さらに、補佐官をバイバルスにします。っていうので、もう確実に2倍ドロップさせるぜっていう状態に、持っていって、盗賊を倒しまくります。ちょっとね、今日は実演ができないので、私地図がね、今全然溜まってないので、実演がちょっとしづらいので、というよりもまだタイル出してるしな。あれなんですけれども、はい、おすすめは、世界の端で地図を全部開けて、招き猫、この猫ちゃんを使ってアイテムドロップ率を上げて、アイテムドロップ、2倍ドロップの確率を上げた状態で倒しまくると、ポイントが伸びやすいです。はい。で、これを、徹底するだけでですね、このポイントが、どのぐらいいくかな？レベル10がね、どれぐらい出るかも
よるので難しいんですけども、このシルバー1ぐらいはね、超えて、シルバー2と1の間ぐらいまではちょっとポイントがね、もらえるかなっていう感じですかね。多分、レベル10の出が良ければ、シルバー2のポイントももらえそうな感じはするんですけども、いつもね、私ね、22M ぐらいでね、終わってる気がしますね。でも、空襲ランキングリワードはギリギリ10位に入ったりとかね、するようになるので、おすすめです。はい、ということで、この宝探しの旅は、ダブルドロップ率を上げましょうと。で、ダブルドロップ率を上げるために、この幸運の猫、はい。この猫ちゃん、招き猫を使いましょうと。で、招き猫を使った時に10分以内にクリアする必要があるので、世界の端っこで開けば、見える範囲ですぐ倒せますよねっていう感じです。はい。明日までに地図を集められると思うので、そうするよ。はい。ぜひぜひぜひ試してみてください。おそらくね、前回よりはいいポイントになってると思いますよ。はい。そんな感じですかね。よいしょ。あと、イベント関連のところ、ついでになんか話すところあるかな。同盟カーニバル。はい。同盟カーニバルね、個人スコア800が、無課金の上限なんですけれども、はい。私はね、さっさとクリアしていたので、800組の中では、41番に、800組の中では、まあ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 、上の方になったのかなと。ね、最終的にみんなね、800で、埋まってくんで。800まで達成した人、85しかいないんだ。はい。それだけね、アクティブじゃないプレイヤーが多いということになりそうな感じがするんですけども。まあ、タイルに行ってないとかもあるかもしれないから、まあ、一概に言えないか。これ多分タイルからも集めるやつだったもんな。はい、これね、ランキングリワードでもらえて、毎回お得なんですよね、ということでね。はい、今回も、よいしょ。宝箱めっちゃ取りに行ったから、もう流れちゃったわ。あったあったあった、同盟カーニバル、個人ランキング、はい、41位に入賞したということで、まあ、それだけでね、アレースの地、たった2個ですけど、されど2個なんで、はい、2個もらいましたという感じですかね。はい、ちなみに、あったあった、北方からの侵略者、同盟が3位になったのでっていうのでなんかもらってます。超お得な育成18位にランキングしましたでもらいました。騎士のランキング15位で入賞しました。ステージランキング85、海18、海釣り18位。はい。ということで、まあまあまあ、いつも通りな感じで、はい、それの報酬をゲットできましたねということで、まあ無課金でもね、まあ、しっかりプレイしていればこんな感じでアイテム集められるので、ジェムもね、相当今ストックされてるんですよ。今8万ジェムが手持ちであるんですけども、使いすぎないようにね、なるべく開いておかないようにしていて、ジェムのストックもだいぶ溜まってきましたね。5000ジェムが今193あるから、約200でしょ？ 5000、5万、50万。だから、もう100万ぐらいね。最低でも100万以上、もうすでに手持ちでスタックがありますね。はい。これはね、来たる大強化時代に備えて、はい。装備のね、強化で、どうせ、100万ジェムなんて、すぐ吹っ飛ぶんですよ。はい。そこに備えてね、今貯めてます。まあ、ただね、もう強化石とかもね、足らんからね、ちょっと、いつやれるんだろうっていう。強化石も、今また貯めてますけど、2万、20、28万か、ぐらいしかないからな。リソースが足らない足らない。島流さん、そういえば歴戦の重さサーバーとの SBS、そうだ、その話がありました。はい、サーバー戦争、実はですね、なんと、勝利してました。しかも、ダブルスコアに近いような感じで勝利してましたということで、デュークさんが、めちゃめちゃ勝ってましたね。はい、この方ね、日本人の方で、先日、オールスターの、えーオールスターに出るときに、そう支援してくださった方、デュークさんやリョウさんね、めちゃくちゃ倒してましたね。すごかったです。はい、
二人で防衛してめちゃくちゃ返り討ちにしたりとかね、いろいろされてました。私ね、あとちょっとでね、あと、あと4万点やれば22万5千のリワードクリアしたのに、はい。なんか知んないけど、日曜日麻雀やってたんで無理でしたね。はい。ということで、なんだろう、そんなに、その強い方もいたりしたんですけれども、アクティブが多いわけでもなかったのかなというところとか、まあ、バフもね、やっぱり人によってまちまちだったようなので、結構ね、勝ってたようですね。まあでもね、これね、サーバー戦争も後半のタイミングでね、だいぶポイント変動があったような気がしますね。なんか初日はもうなんか全然もうバブル落としてる人とかいなくて、私もね、一応相手のサーバーに行ってモンスターハントをしたりだとか、防衛待ちをね、してみたんですけど、一応ね。はい。なかなか、反応がなくて、2日目の後半に急に、どんどんポイントがね、変動するようになって、なんか気づいたら勝っていました。みんな強いなっていう感じで。はい、今回もね、はい、いつも通りの強い方たちがね、しっかり稼いで、3B、1.7B、1.5B、1.1B、1B という感じで、はい、それ以下はね、225M というだいぶ可愛い感じで、はい、エースの皆さんが、めちゃくちゃ頑張ってくれたという感じな気がしています。はい。まあ多分ラリーでね、潰してくれたんでしょう。というところで、はい。久しぶりにサーバー戦争を勝っていました。最近ね、ずっと連敗してたんですけども、勝ったの久々な感じなんですが、これ元老院を解放できた人全然いないですね。そう、なんかそもそもね、そう、稼げるタイミングあんまなかったんだよな。モンスター、私のこの 2M もほぼモンスターハントで稼いだ感じだからな。はい。これは強い人との殴り合いで、ぶち勝った成果なのかなと思われます。はい。ということで、そう、イニシエのサーバーに、まあ、K43 とかもいるし、無理だなと思っていたけれども、すごかったですね。はい。勝っておりました。サーバー戦争もね、もう少し余力が出たら参加したいんですけどね、なかなか回復スピードアップも足らんしなって感じになっちゃって。もっこさん、K45 一人に蹂躙されて負けました。うほほほ。K45 は、そりゃ無理だ。お疲れ様です。そういう時もあると思います。てかもう K45 はちょっともう脳幹だと思います。無理です、普通。なんか座標の共有があったからラリーかけとこう。いやー、サーバー戦争な、そう、サーバー戦争も、540M 全然やってないから、この元老院のサーバー戦争のやつ、これね、ずっと放置になってて、もうこの辺開けたいんですよ。はい。そう、だからサーバー戦争もね、ちょっと参加しないとなと思ってるんですけどね、なかなかやれてないので、そろそろね、サーバー戦争参加できるようになりたいなというところで、はい。で、まあ、その流れもあるんですけど、次ね、ちょっと別のサーバーにこの HME さんにね、行こうかなと思っていて、私ね、定期的に、いろんな同盟を渡り歩いていて、もう FOX にも、まあ、2ヶ月以上いるかな、というところで、まあ、もともとね、誘われていたこともあるのと、なんかサーバー戦争とかね、いろいろ頑張ってるみたいなので、まあ、参加してみようかなっていうので、次はね、HME さんに行ってみようかなって思っているんですよね。はい。ここの方たちもイベントガチ勢のようなので、はい。お、ヒドラレベル4倒してる、いいじゃん。てか、こんな近くに行って、これあれだな。課金で出したヒドラだろうな。
なるほどね。はい。ちょっとね、せっかくのソシャゲなので、まあ、いろんな人とプレイするのがいいのかなと思っていて、もともと私がね、いたのは、SNG の、まあ、前身の STH っていうところにいて、その後、TMI に行って、で、今、で、たまに参加する、ちょいちょい参加させてもらってるのが439で、今、FOX にいて、はい。で、FOX にもお世話になったので、次は HME に行っか、みたいな感じでね。これで、主要同盟。PVP はな、だけど、ここはなんかたまに攻撃を受けてるみたいなんで行きづらいなと思うので、PVP は行かないかもな。というので、まあちょっとね、また移籍して他の同盟も参加してみようかなと、交流を増やそうかなって思っている今日この頃でございます。はい。もう全然余談なんだけれども、最近プリズンブレイクを見ているんですよ。あのー去年ね、プリズンブレイクね、Amazon プライムで、優勝だったんですけど、今なんか無料で見れるようになって、プリズンブレイクのシーズン4からね、見てなかったんで、シーズン4とファイナルシーズン見たんですよ。やっぱシーズン1神だよなと思って、今またシーズン1を見返していてシーズン4と5見たんですけどね。まあそれなりに面白かったんですけど、やっぱシーズン1には勝てねえなって言って、今プリズンブレイクのシーズン1見てるんですけど、プリズンブレイクのシーズン1の刑務所がフォックスリバーって言いますね。ということで、ちょっとフォックスリバーからね、脱出して、次の同盟にね、行こうかなって思ってます。はい。ということで、めちゃくちゃ余談でした。はい。皆さん、プリズンブレイク見たことありますかね？今、アマプラでね、無料で見れるので、アマプラ入ってる人はね、シーズン1おすすめです。シーズン1で止めて大丈夫です。シーズン5まであるんですけど、はい。シーズン1が神です。まあ、個人的にはね、シーズン2も好きなんだけど、シーズン2や3も好きなんですけど、はい。シーズン1マジで神なんでおすすめです。はい。ということで、もう最近ね、プリズンブレイク見すぎて、寝不足でまずいんだよな。お、貴族金貨。わーい。サラダモンさん、昔3連休に24をシーズン3まで視聴したことに3連休でシーズン 4? 24シーズン3って24って24話あるから、しかも24は1日1時間それ3日間不眠不休レベルなんですけど大丈夫ですか？ 24 面白いですよね。24も私、シーズン1から全てのシーズン見ましたね。24もいいですね。24も大好きです。24はね、トニー・アルメイダと、あとクロエが大好きなんですけど、そう、実は、プリズンブレイク見終わったのに、シーズン1とシーズン2まで見て、24見たいなと思ってます。24ね、シーズン1は何回もね、見てんだけどな、シーズン4以降かながあんまり見返せてないんで、そう、24ね、見たいんですよね。トニー・アルメイダめっちゃ好きなんだよな。あ、片様さんこんばんは。もうめっちゃ関係ない雑談をしていた。はい、なんだっけ。同盟カニバルの宝探し。ガウガメラ、コンスタ。ガウガメラとコンスタはね、今週が、最終ラウンドですね。今、シーズン86のラウンド4ということで、このラウンド4が終わった後からね、また、新しいシーズンが始まるんですけれども、はい、新しいシーズンのコンスタは、シャロンの予選になるかなと思います。はい。はい、ということで、シャロンをね、頑張るつもりだよっていう方はね、ぜひ、準備をね、して臨んでいただけたらと思います。ちょうどね、ラウンド1のタイミングがスピードアップの資源還元のタイミングなので、まあ、
気軽にっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないですけどね、回復しやすいかなとは思いますと。で、赤い翼をね、狙う方々は、その、大陸がね、分かれているので、赤い羽を狙いやすいタイミングかなとは思いますので、しっかりね、狙っていただけるといいのかなと。今の期間はね、大陸ごちゃ混ぜなので、やっぱり、はい。こうもう VIG さんとかね、もう強い方たちが、ぶっ壊れてるんで、無理だと思うんですけども、はい。大陸が分かれますので、また、次の機会、大陸が分かれる次のシーズンからね、ぜひ、頑張っていただけるといいのかなと思います。はい。やっぱり VIG さん、コンスタもガウガメラも、ポイントが吹っ飛んでますね。片沢さん、24いいですよね。ジャッカースカネ展開。ああ、そう、報われない。報われないですね。もうシーズン1のエンド、マジでやばいっすからね。あのネタバレになっちゃうけど、まあ、このぐらいは言っていいだろうと思いますけど、なんか最後捕まって終わるエンドみたいなのもあったりしたような気がしますよね。次のシーズン、めっちゃ拷問から始まるみたいなね、展開があったような気がするんですけれども、はい、タフな男ですよね、ジャック・バウは。マジね。24見てても、使えない英語しか覚えられないんだよな。あの、なんかあったらサノバビッチとか、シートとか言ってっからな。はい。意外に、エボニーの戦場とかではいいのかもしれないな。24と親和性があるかもしれません。了解はコピーザットです。エドラードさん、私にとってシャロンは最高の戦いの人です。そのため、私たちはみんな、同盟の準備を進めております。あ、いいですね、いいですね。そう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 。まあ、シャロンね、楽しいですよね。同盟全体の力が問われるので、みんながね、そう、一丸となって頑張るのいいですね。素晴らしい。はい。ぜひ、はい。もうシャロンの予選が始まるはずなので、はい。しっかりね、準備。あとは、移籍とかをね、考えてる方はね、お気をつけください。ラウンド1から参加できないとかになると大変なので、はい。3日以上ね、空いてないと、サインアップさせてもらえないので、お気をつけください。島永さん、そういえばコンサがザマの戦いに変化するみたいな話があったと思うんですが、変わるとしたら新シーズンですかね。あ、はい、そうだと思います。ですね、前のナポレオンの時にもですね、コンサが特別な名前に変わっていたんですよ。で、それと同じような感じで、おそらくですね、次の金曜日、1月の24日からの C イベントは、またグラディエーターコラボが来るんじゃないかなと思っています。はい。グラディエーターコラボね、なんかすっかり空気になってますけども、まだシーズン中なので、グラディエーターコラボが来て、で、ザマの戦いみたいな名前で、シャロンがね、あるんじゃないかな、みたいに思ってます。はい。ナポレオンの時もね、そんな感じで、シャロンの戦いがね、アウステルリッツの戦いだったかな、名前が変わっていたので、シャロンかコンサ、どっちが変わったんだろうな。はい。なので、コンサとかシャロン、どっちかがザマの戦いになるんじゃないかなっていうふうに予想しています。で、1月の24からは、ナポレオンじゃねえや、グラディエーターコラボがまた来るんじゃないかなっていう予測で、2月の7日、2月の1週目からは、ニアンのイベントが来るんじゃないかなって思っています。はい。春節のタイミングがね、多分、そう、中国の春節と合わせていつもニアンってるんですけど、待ってね、中国春節2025。あ、中国の春節1月29だな。ニアンもしかして今週来るか？ 1 月29。春節が始まるのが1月28から2月4日。あ、嘘かも。ナポレオンイベントと同時にニアンも来るかもしれないですね。春節のタイミングで大体ニアンが来るんですが、ニアン年中ね。
はい、この実績討伐にある私の大好きな大好きなこの年中。はい、年中4キラーがね、今476なので、これクリアしたいですね。はい、年中がね、そう1年に1回来るんですけども、これが大体ね、中国の春節のタイミングに来ると。で、今年は、1月28日火曜から2025年2月4日っていう風になってるようなので、もしかしたら、今週末のタイミングでニアンが来るかもしれませんと。でも、グラディエータークラブも来ると思うんですけども、ちょっとね、どうなるかなって感じですかね。ハンニバルとスキピオに特別バフがかかるとか、かからないと思います。あれだと思います。プライムが出てくるかもしれないです。プライムが。神さん、土曜の戦場終わりにすぐに同盟移動すればいいのかな。あ、そうですね。3日間空けばいいので、火曜日かな。火曜日に移動しておけば、土曜日の登録とかには全然余裕で間に合うかなっていう感じですかね。おじさん、かっこいい同盟都市来てくれたら嬉しいです。そう、シャロンはね、いつも同盟都市がね、いいの、五稜郭みたいなのがね、前ありましたけれども、そう、新しいね、やつがまた来ると思いますので、楽しみですよね。SLC とか今変わってんじゃないかな。この遺跡みたいなやつになってますけど、はい、シャロンのたびにね、いろんなやつが来るので楽しみですよね。はい、工作さんも年中も来ますね。お寿司さんにはみんなワクワクしなさい。そう、片様さん、前回2月中旬から終わり頃だと、そうなんですよね。前回予想より遅かったんですよ。だから、もしかしたら1月24から来るかもしれないですけど、どちらかというと、1月24はグラディエーターコラボで、その次のイベントの週である2月の7日 ?2 月の7日から年中イベントなんじゃないかなって思ってるんですけども、まあ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 。はい、まあどっちかでは来るでしょう。島柳さん、ハンニバルプライムとスキピオアフリカヌスプライムが追加されるかもしれません。そう、さあもうね、プライムかもしれないです。きっとプライムな気がします。あの、ナポレオンで味を占めたはずなので。はい。年中はね、リソースもいいですし、何よりね、あいつ名声めちゃくちゃ落とすんで、すごく効率がいいんですよね。はい、なのでね、ニアンが来たら、私、モンスターハントガチ勢なのかなって思ってます。今年の春節が早いんです。そうですよね。なんかさっき、配信しながら調べたんですけど、そう、これ、中国政府から発表されるやつなのかな。で、やっぱ、ちょっとね、ずれるみたいなんですよね。ね、今年はずれてますけど、はい。まあ、大体2月の中旬とかだと思うので、はい。まあ、ずれるでしょうと。ね。毎年2月4日前後から春節で、そうですよね。そう、今年だけなんかちょっとずれてますよね。今年なんかちょっと早いですけど、そう、だからやっぱ多分ね、2月7日のそのタイミングからだと思うんですよね。はい、ちなみに、今週の金曜日からスピードアップの、還元が来ますが、まあ、もしかしたら、この資源還元のリワードがちょっと良くなってる。もしくは、縦に伸びて、今まで 500M までだったけど、もう1段階増えるとかね、何か変化があるかもしれないなって思っていますので、すごく楽しみですと。まあ、私的には、同時還元をね、もう常に同時還元にすりゃええやんって思ってるんですけど、どうですかね。ね、結局、資源の消費の時に建設して、スピードアップの時に、建設を完了してっていうので、常にね、ずれてくじゃないですかと。ね、みんなを育成させられたら同時還元をずっと開催した方がいいに決まっていて、はい。なんか、あのー、1単増やすか、同時還元を常設にするか、どっちかじゃないかなと思っていて、同時還元になるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、さあ、どうなるかっていう感じですね。はい。増えてほしいな。はい。そんなところで。
ちょうどイベント話ができた。こっちのやつはまあ、そのところでしょう。通常のね、3日間イベントのやつも来てますねというぐらいですから、まあいいでしょうと。はい。で、サータモンさん、話変えて申し訳ないですが、文明ルーレットで5余るのは通常でしょうか？あ、文明ルーレットはね、5余りますよ。はい。いつも通りですね。はい。文明ルーレットって、いつも、毎日100個集められるんですけれども、1日1回無料で弾けますよねと。で、1日1回5枚で弾ける。で、さらに、最初の10回だけ70で弾ける。ってなっているので、100-75で25、毎日25ずつ余るんですよ。で、このイベントって3日間続くので、必ず75枚になります。はい。余り分だけで75枚になって、この75枚のうち10枚ずつしか引けないので、必ず5余ります。はい。なので、毎日ね、頑張って100枚集めなくても、まあ、最終的に5つ分は、資源採集しなくても大丈夫っていうイベントになってます。はい。ということで、文明ルーレットはね、必ず、70、マックスで75枚余って、そう、5枚余るっていうのが、通常なので、そこはね、合ってると思いますよ。エジュラードさん、私にとってはいつでも一緒に来れるよ。抵抗力を高めるには毎回やるのにかなり時間かかる。ああ、そうですね。毎回やるのは大変ですね。お寿司さん、コインストライキ関連の情報を見ると、還元上限上がるらしいのですが、いつからなのかそわそわしています。そう、そう、その情報を私もそう見かけていて、一応ね、1月からみたいなのはなっていて、なので、資源還元のタイミングが来るかなって思ってたんですけど、来なかったんですよね。だからね、スピードアップの時、今週末で来てくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、ちょっと楽しみですね。島流さん、同時還元だとリソースの収集効率を2倍にしないと割に合わなくなりますね。あ、そう。ただ、そう、それもあって、その、王の花道とか、軍隊の招集で、そのリソースをちょっともらえるようになったりとか、盗賊からも、もらえるようになったりとか、なんか少しずつ、その、リソースをくれる機会をちょっとずつなんか増やしてるっぽいので、はい。なんか、緩和させようとしつつあるのかな、みたいにはちょっと思ってます。はい。で、そう、私的にはね、同時還元の方が、もう建設がはかどって、早く同時還元になってほしいなっていつも思ってます。ちなみに、通常のスパンでいくと同時還元は次は3月ですね。はい。だいたい4ヶ月に1回来ますんで。はい。ということで、あとはいつも通りのこの毎日のね、リワードしっかり取りましょうということで、活躍月間カードから、はい、いつも通りアイテムが取りますと、ラッキールーレットね、いつも私は後になりがちなので、忘れずに後でやんなきゃなっていう感じ。はい、トーティラが欲しいよ。トーティラが欲しい。あと3日間ではゲットできない。悲しい。はい。で、名称セールからもアイテムが毎日もらえます。セール週間カード、私今週もらい終わっちゃいましたけど、月曜日にね、いつも更新が入るこの辺からも、なんかちょっとだけスピードアップがもらえます。で、今、黄金樹が来てますね。ということで、私は、先日の巻物が欲しいです。はい、ここもね、なんか、きっと確率は変わらないんですけど、なんとなく気持ち10ずつがいいかなっていうので、10いつも回してます。リワードはね、なんかパーセント決まってるみたいなんですけども、はい、なんとなく1回ずつ引くと、低い確率によるような気がしていて、いつもね、10ずつ回してる、そんな感じでございます。ということで、黄金樹の本書はいいとして、製造達人ですね。これね、製造達人、まあ私はもうね、使う気がないんですけれども、はい。まだね、期間がありますと。で、先に飛んじゃうけれども、消費還元イベントでね、製造スピードアップ、ちょうど装備の製造同士が、重なってるタイミングでね、都合がいいタイミングではありますので、はい、この機会にね、製造するのをお勧めしますと。ただ、ドラゴンのね、上限も上がっていて、今皆さん素材足らないと思うので、無理にね、消費しすぎないのがいいのかなとは思います。
はい。で、ここまで来たんで、溜め込み戦略からもアイテムがもらえる。限定セールからもアイテムがもらえる。もらいましょう。はい。記事の試練とか、超お得な育成のね、交換、今日までなので、今日中に交換しましょうねと。で、さっきやった文明ルーレット。はい。1日ね、無料を5枚で引ける、70で引けるっていうね、70で10回引けるっていうね、最初の3回お得なので、毎日忘れずに引きましょうと。はい。みんな大好き、文明ルーレット。私ね、X に投稿したんですけど、先々週めちゃくちゃ良くて、王権1個出て、ここの制服が、3個出て、で、ここの上限で毎回2位もらえるっていう、王権1、制服5がね、前回もらえて、最高でしたね。はい、ということで、さすがに今週はそんなにもらえないだろうけれども、さすがにこのね、天井で2位もらえるので、もう、それだけでも嬉しいので、しっかりやっていきたいと思います。はい、この辺のイベントのところはいいでしょう。で、今日途中でもちょっと取り扱った、名称肖像画展。これですね。はい、これがね、この招待状が昔と違って、毎日のクエストでね、日々配られるようになって、集まる効率は上がったんですけど、依然厳しいままで、これ、テこ入れ入る、どうなんだろうなって思っていて、結構ね、手を出しづらいんですけども、はい、将軍の殿堂には、豊臣秀頼6%チャレンジしたいなって思ったので、これね、聞こうかなと思いますが、まあ、今じゃないので、また、今度ね、どっかの配信のタイミングで聞こうかなと思います。もう今日は、そろそろ2時間経っちゃうのでね。はい。そんなところで、肖像画展、これ、そろそろ手こ入れ、さすがにね、エピック歴史の名称の招待券とかね、さすがにそろそろ手こ入れ入るんじゃないかなと思うんだけどな。片落ち将軍、入りすぎでしょ。はい。いろんなところの、そう、今回の王の花道や軍隊の招集が変わったことって結構ね、あのプレイヤーにインパクトが大きい改善で、そういうね、方向性でやってくれるのであれば、その他のね、ところもちょっと期待が持てるので、じゃあ貯めるかっていうのがね、はい、思っているところでございますということで。はい、基本的にはね、アイテムってすぐ使って、利用して、あの、自分の投資に使った方がいいんですけれども、ちょっとね、エボニーはね、貯めといた方がいい時もあるからね、難しいですよね。はい。というところかな。あと、そうだ、これも話しなきゃ。名称ホールがね、先週の金曜から来たんだっけかな。はい。はい。名称ホールのイベントがね、また、4週間、続く形で来ていますということで、こちらね、私もうアレスのうち使った後だったんで、このシーズンクエストまだやってないんですけど、まあ、またね、4週間あるので、アレスのうちのタイミングでまたやれそうなので、その時にシーズンクエストクリアしようかなと思ってますと。はい、これしっかりね、毎日やることで、一番最後のね、よいしょ、50に到達した後のミステリーボックスがいっぱい引けますので、はい、これいっぱい引いてると、このね、ビクソンとか、ルイ9世、ジャヤバルマン2世の、かけらがね、いっぱいもらえるかもしれないので、はい、おすすめでございます。結構ね、いいの出るので、しっかりね、毎日クエスト。これね、気づきづらいんですけど、そう、忘れずにね、毎日クエストね、達成していきましょうと。で、これ、いつも思うんだけど、本当に工場兵器の将軍って上げづらいですよね。赤い星つけられないですよね。その、なんとか頑張って赤い星をつけようと思ってなんとかできるのって、シャーマンぐらいなんですよね。ね、今もね、右上でいつもシャーマン配ってますけど、ここの宝箱からシャーマンもらえますけど、でも、ねえ、もう全然工場兵器の将軍って手に入らなくて、これ遺跡からも出ないじゃないですか。そう、シージだけね、特別きついのも緩和してくれないかなと思っていたり、しますということで、まあ、シージがね、めちゃくちゃ重要なんでね、まあ、そう、安売りはしないか。しないですね。
はい。まあ、そんなところで、ちょっと今日はちょっと運営に対する文句が多すぎたので、このぐらいにしとこうかなと思います。ただ、バルボロッサ低迷は許さねえ。でも引いてないからいいか。今日引かなかったから大丈夫だ。はい。バルバロッサはちょっと考え直してほしいです。はい。そのところで、今日も、たくさんね、ご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録や高評価をしていただけますと幸いですということで、今日の配信はね、こんなところで、終了にしたいかなと、ちょうど2時間ジャストやったぜ。ちょっとね、フォックスリバー刑務所に行かなきゃいけないんで、これから今日はこれぐらいで、終わりにしておこうかなと思います。はい。ということで、かみさん、今日も、そばちゃん、ありがとうございました。いつも本当にありがとうございます。はい。この前はね、気づいたら4時間やってたキングダムハーツ配信に、そろそろこの VIP 本ですよってね、教えてくれて助かりました。そう、やめときを失ってたんでね、非常にカムイさんに助けられたなということで。はい。島流さん、シャーマンにするぐらいだったら頑張ってエピック歴史の名称を貯めて一気に星3ぐらいにして使いたいです。私は、あれです。もうそもそも元老院に設置することしか考えてないです。はい。無理だと思ってます。はい。はい。ということで、スコフィール。はい、皆さん、そんなところで、今週もありがとうございました。また、来週も予定通りですかね、カレンダー通りの火曜日に、配信すると思いますので、よかったらね、また来週もラジオ感覚で聞いていただけたらと思います。それでは今週もありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。おつじゃる様でした。